家康と元忠。どうする家康に学ぶ日本史。その後に鳥居家は井伊家に取り潰され、関ヶ原の合戦を前に徳川家康は鳥居元忠を伏見城に残して主従の涙の別れを終えると上杉討伐へ出陣する。そして家康と元忠の死後、鳥居家は22万石の大名に成長するが、井伊直政の嫡男と対立して取り潰しとなってしまうのである。家康と元忠のその後を詳しく見ていこう。鳥居元忠は松平家に仕える譜代の家に生まれ、13歳の時から3歳年下の家康に近侍した。元忠は今川義元の人質となった家康に従い、良き話し相手でもあり親友であった。また元忠の父忠義は18代続く家の当主で、米蔵や銭蔵を持ち、家康が今川氏から独立すると経済的に支え続けた人物である。元忠は家康が関東へ入国すると下総、矢作4万石を与えられている。やがて天下人となった豊臣秀吉が元忠に官位を与えようとした。すると元忠は秀吉に、それがしは不器用で二君に仕える術を知りません。三河育ちの田舎者なれば、殿下の御前にまかり出るような器量もないので、どうか官位のことはご容赦くださいと誇示している。元忠は戦いで飢えた時は、家臣と共に飢え死にしようとする主従関係を最も大事にする武将であった。家康もそんな三河武士の典型のような元忠を常にそばに置いて重用した。1600年慶長5年6月、徳川家康は上杉景勝が兵を集めるなどの不穏な動きを見せると、上杉討伐の兵を挙げる。家康は明日は会津へ下るという日に伏見城の元忠のもとへ立ち寄った。そして家康は62歳になった元忠を一人呼び寄せて伏見城の城将を務めるよう命じるのである。家康が上杉討伐に向かえば、石田三成が挙兵して一番に襲うのが伏見城であることを二人は十分に理解していた。伏見城に残るということは、そのまま討ち死にすることを意味する。家康はこのむごい役回りを幼なじみで親友でもある鳥居元忠にしか頼めなかったのである。元忠は家康が多くの兵士を伏見城に残していこうとすると、逆に誇示してできるだけ多くの兵士を会津へ連れて行くよう進言している。その夜、家康と元忠は今川時代の苦労話などを酒を酌み交わしながら心ゆくまで語り合ったという。家康は元忠と今生の涙の別れを済ませると、翌朝会津へ出立していく。石田三成は家康が上杉討伐へ向かうと、宇喜多秀家に命じてすぐさま伏見城を4万の兵士で取り囲んだ。元忠はわずか1800人で伏見城を守り、10日間にわたって持ちこたえ、西軍を足止めにした。一説には元忠は
甲賀者とも実婚で忍びを駆使して抵抗したため、西軍はなかなか伏見城を落とせなかったという。しかしついに鳥居元忠はわずかの友回りと場外へ打って出て雑賀孫一に首を与えている。関ヶ原の合戦で西軍が敗れた一因はこの伏見城の戦いが長引き、石田三成の準備が遅れたからだとも言われている。家康は関ヶ原の合戦で勝利を収めると、元忠の討ち死にを称賛して後を継いだ嫡男の鳥居忠政に奥州岩木平10万石を与えた。さらに1622年元和8年、家康が死んで将軍秀忠の代になると、鳥居忠政は出羽山形22万石の大封を得る。忠政は父元忠の首を上げた雑賀孫一が徳川家に仕えていることを知ると、わざわざ招いて歓待した。そして忠政は孫一から父の最後の模様を詳しく聞き、受け取った父の遺品を祀る神社を建立している。しかしこの後、鳥居家の子孫たちには波乱万丈の歴史が待ち受けているのである。鳥居忠政は1628年寛永5年に亡くなり、後を長男の忠常が継ぐ。ところがこの忠常は体が弱く子供ができなかった。忠常は同母弟で戸沢家に養子に出ていた貞盛に家督を譲ると遺言して逝去する。ところがこの相続が井伊直政の次男で幕府の権力者井伊直孝によって認められず、鳥居家は取り潰しとなるのである。では井伊直孝は譜代大名中井伊家に次ぐ第2位の鳥居家をなぜ改易にしたのだろうか。井伊直政は関ヶ原の合戦で負傷した傷が癒えず、2年後に逝去して家督は嫡男の井伊直継が継いだ。ところが直継は体が弱いという理由で大阪の陣にも参戦せず、信濃高遠藩3万石の藩主にくら替えさされている。そして井伊彦根藩30万石は兄の直継に代わって弟の井伊直孝が継ぐのである。実は直孝は幼少の頃から徳川秀忠に仕えていた秀忠お気に入りの人物であった。また井伊家では直継派と直孝派の抗争が激化していた。そのために秀忠が直孝を兄の直継を退けて彦根藩主としたと言われている。さらに兄直継の正室が鳥居元忠の嫡男忠政の娘であった。そのために直孝は兄の直継と共に鳥居家も目の敵にしていたのである。そのため鳥居家は井伊家の直継と直孝の兄弟による抗争のとばっちりを受けて哀れにも取り潰しとなったのである。この後鳥居家は元忠の活躍に免じて復活するが、再び改易となるなど不沈を繰り返している。結局最終的には鳥居元忠の働きに免じて鳥居家は下野の国壬生3万石の藩主として幕末まで細々と続いている。